こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は私が12キロ痩せたお話をシェアします。そしてこれがなんと先生術と関わってるんですね。過去の動画を見てもらうとわかるんですけれども、3年ぐらい前の私の動画、実は私以前62キロありました。そして今49キロなんですね。で、実は46キロまで痩せすぎたんで、健康のために3キロ戻したこともあるぐらいですね。その時はちょっと間違ったダイエット法をしてたんですけれども、もともと私は太らない体質だったのに、出産後から急に体重増え始めまして、さらに50歳を超えてからは、どんどん食は細くなっていくのに、食事量はすごい減ってるのに、どんどん太ってしまったんです。で、そこで朝ごはんをさらに抜いたり、朝一で激しい運動を取り入れたり、巷にあるダイエット方法を全部試してみました。で、30の頃だったらちょっと増えた体重はそれですぐに落とせたのに、50過ぎたら何やっても減らなくなっちゃったんですね。でも、先生術を学んでいて良かったと思います。人間の体は小宇宙ですから、空の天体の動きやエネルギーの流れと同じようにできている。つまり全部つながってるんです。で、この答えを最初に言うと、ダイエットに大事なのは循環です。これは先生術の常識なんですね。先生術では木星、金星、海洋星、これが蓄えるエネルギー。豊かになるエネルギー、そして土星が制限するエネルギー、消費していくエネルギー、で、天王星や冥王星は変わっていく変容のエネルギーというふうに言われています。実際、木星がバースチャートで強く影響している時期には、生活は楽しくなるけれども、体重は増えるというふうに言われています。では、土星が元気だと体重が減るのかというと、答えはノーなんですね。なぜならば、すべての天体にとってステーション期間というのがあります。その期間が最も悪影響を及ぼす期間。ステーション期間というのは、つまりステーション、駅に止まっている状態なんですね。天体が循環しないっていう時期がたまにあるんです。それが最悪の状況を引き起こしてしまいます。で、私の場合、体にとって最悪の状態は、みんなにとっても、平均体重を超えて太り続けることでした。もちろん痩せすぎもダメなんですよ。で、そもそも私の目的は痩せることじゃなくて、その当時はやっぱり体がしんどかったので、もっと健康になりたい、動けるようになりたい、今の体重ではしんどいから健康的に痩せたいでしたから、健康的に痩せるためには循環させることが大事なんだということに気づいたわけです。そうなると今までやってたことは全部逆効果でした。50歳を過ぎてから食事を減らしたり朝ごはんを抜いたり激しい運動をしていた私は実は土星や木星の循環を止めて循環が止まると、ホロスコープも同じなんですけど体も同じで逆に蓄えなきゃやばいと思うので蓄える体になってしまったわけですね。で人生で言うといらないものもだから持ちすぎちゃう。っていう傾向にあるのが先生術です。なので循環が大事なんです。で、蓄える体っていうのは、つまり私がやってたことは、血糖値を上げる行動ばかりだったんです。しかも、食べてないのに血糖値が上がる体になっていた。だから食べてないのに太ってたわけです。通常は食べると消化されて、それが血糖の中に糖として入っていって、で、運動をしなければ、それが溜まっていって、ありすぎたものがこう脂肪になったりするわけですね。だから血糖値が上がるって上がりすぎる、もちろん下がりすぎるもダメだけど、上がりすぎるというのが、いわゆるいろんな病気の原因にもなるし、なんといっても太る原因になるわけです。食べてないのに血糖値が上がっていたから、そら太ってたわということなんですね。で、ホロスコープで言うと、血糖値っていうのはアスペクト、天体のようなものなんですね。自分の持って生まれた星を生かす人生を送れば、自然とエネルギーが循環になって幸せになります。同じように人間の持って生まれた体の機能も無理なくっていうのが大事。無理なく循環させてると、自然に体はバランスを取り戻して、ちょうどいい血糖値を保ってくれるようになってんのに、無理なことをしてたから、崩れちゃってたわけです。で、私はもう超ロジカルな人間です。エビデンスがないと何も信じない。だから先生術も習っただけじゃなくて、歴史と照らし合わせて正しい部分だけを抽出して、新時代先生術として研究してきたわけです。だから自分の血糖値は自分の目で見たいと思いました。これに今あるんですよ。フリースタイルリブレっていうものがあります。それをプチッとね、つけとくと、2週間ずっと血糖値をモニタリングしてくれる機械なんです。
これ私は、合計4ヶ月、何をやった時に血糖値がいくつになるかすべて表にしました。ロジカルな人間なので。そうするとですね、なんとすごいことに、朝一で空腹のまま運動してた時に一番血糖値が上がってたんです。食べてないのにですよ。そんなことあります？で、これはつまりグルカゴンが暴走していたからだと思われます。土星の厳しさと同じで、自分に厳しすぎるとグルカゴンが暴走しちゃうんですよ。で、皆さん習いましたよね。小学校だったか中学校だったか。膵臓の働き2つのホルモンがあって、血糖値を下げるのがインシュリン、上げるのがグルカゴン。ちょうどいいようになるようにこの2つが機能する。ですね。で、私の場合は運動をすきっ腹にしてましたから、朝ごはん抜いてたんで、やばいと思ってグルカゴンがもう勝手に暴走して上げてくれちゃってたんですよ。大きなお世話なんですけどね。っていう感じです。なので私は改善しました。まず朝ごはんをしっかり食べて自分に優しくすることですね。まず吸収させるところから始まるということで、タンパク質と炭水化物、それから植物性、水溶性の植物繊維、これって人間、プラス脂質もですけど、絶対必要な要素じゃないですか。ね、これも習いましたよね。ということは、これを朝ごはんにしっかり食べます。で、私の場合は、味噌汁、タンパク質でもあります。そこに、わかめともずくを入れて、そして炭水化物として、私はもち麦が大好きだからもち麦にしてますけど、オートミールの時もありますし、もちろん白米でも OK です。炭水化物をちゃんとそこに入れる。で、卵です。これ全部入れた味噌汁を毎朝飲むように、飲むというかもう食べるですね、にしました。結構このタンパク質で卵を取るというのが大事。タンパク質取らないで動いてると制限になっちゃうからグルカゴンが暴走しちゃうから、タンパク質入れたのを使う。これが循環ですよね。のために必ず毎朝卵を食べるようにしました。で、食べてから運動する。で、適度な運動。私ほらリブレつけてるから、こういう運動をすると上がる。これだとしなさすぎ。このあたりだと一番食べ過ぎたものをすぐに血糖値を下げてくれるっていう究極のものを自分で見つけました。だから一人一人違うかもしれないんですけど、私の場合は食後15分のウォーキングでした。無理なことを全部しないの、すると上がっちゃうから。スクワットとかしたらすごい上がってたんで。なので、じっとしてるとやっぱり上がりますね。だから、ウォーキング。で、私の場合は大股で、ちょこちょこじゃないけど、大股で体全身を使って歩く。これが一番血糖値が安定したので、それから、とにかく朝昼晩、食べた後に15分緩やかな運動をする。これを人生の中に加えました。で、何よりもですね、長く、これもやったんですよ。1日に1時間徹底的にウォーキングを1時間する。これは、何の効果もありませんでした、血糖値に。なんで、適度に短いのをちょこちょこ入れる方が良かった、私の場合は循環する。なので、食後と、あと私は PC の仕事が多いんで、1時間以上座らないって決めて、1時間座ったらアラームかけるようにしてて、やっぱり2、3分のウォーキング。これってすぐだから、ちょっと一周、お水とかこんなもの私はあえてここに置かないんです。取りに行くように遠くにわざと置いてあってですね、それを定期的に動くと、とにかく続けて座らないようにする。で、これしんどくない運動だから筋トレでも何でもないので、ただ1日に歩く回数を増やすということをやめましたね。空腹時に自分に無理をさせすぎない。土星がスネルとグルカゴンが暴走しますから。これを続けたらですね、なんと筋トレ一切してないんですよ。なのにですね、筋肉がついたんですよ。筋トレなしで。私はこの50を過ぎて、ほら、手何にもしてないんですよ。歩いてたら勝手に筋肉がついてきました。で、筋肉がついたらもうこっちのものなんですよ。筋肉あれば食べた後勝手に筋肉がこの糖を消費してくれますからね。なので、こういうことが起こった。そしたらもうみるみる痩せていった。勝手に痩せていった。今は甘いケーキ食べても太らないんです。筋肉があるからか何か分かりませんけれども。なので、こういう感じです。
で、皆さんにお話したいのは、最も大切なのはセルフケア。これ、あくまで私のところで起こったことですから、皆さんにとって大事な方法っていうのは他にあるかもしれませんけど、私は自身が開発したセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座、マニフェステーション実践プロジェクトとどちらでも、モットーは一人一人違う。だから自分に合ったセルフケア。で、しかもこれ、セルフケアというところが大事で、薬に頼るとかではなくて、自分の体を自分で面倒が見れるようになっているというのが、実は私の教えているのは脳科学がベースになっているコーチング講座なので、脳科学では人間の脳の最優先順位は体の健康なんですね。だから自分の体を自分で見られているって自分で思っていると、じゃあ続いて次の優先順位で夢を叶えようってなるんです。だからこれができてないのに夢を叶えようとしても、脳がまだ最優先のやってないからって言って動いてくれない。だからセルフケア結構大事よというふうにお話をしております。で、私が最も参考にしているセルフケアがありまして、それは佐藤式リンパケアの佐藤先生の YouTube です。もう超有名な先生だから、私が言わなくても知ってる人の方が多いかもしれません。下にもつけております。この先生の動画全部私実践してまして、これすると夜間頻尿なくなったり、腰痛がもう5、6年一切ないです。昔は1年に1回ぐらいぎっくり腰してたんですけど。なので、とてもおすすめです。体を整える。そうすると脳の優先順位が次は夢を叶える方に移っていく。コーチング講座も先生術もダイエットも全て見つかっています。つながっています。で、何よりも循環させなきゃダメなのよね、ということだったと思います。最後にですね、ぜひまだの方は最初に言うの忘れちゃいましたけど、チャンネル登録をぜひお願いします。先生術の動画もいっぱい上げてますが、願望実現のプロジェクトの動画とか、コーチング講座も今後ももっと上げていきたいと思ってます。そして最後、セプタグラムソルジャーにリーディングのカードの方から1枚、65枚の中から1枚出ました。これ、8芒星ですね。これは8というのはエタニティループでまさに循環なんです。循環していると、多すぎず少なすぎず、すべていい感じでなる。で、それからこれは自分に優しくっていう意味もあって、無理なしんどいことをすると余計人の体っていうのはしんどくなっちゃうんですね。そうするとグルカゴンの暴走みたいなものが起こる。先生術でも一緒です。土星だけが、動き出すと厳しくしすぎると暴走が起こっちゃうんですね。だから自分の持って生まれたホロスコープを信じる。自分の持って生まれた体を信じて、体と対話しながら体に優しく循環をさせてあげる。だからちゃんと食べて動く。食べないで痩せるってことはありえない。そういうふうに考えていただきたいと思います。で、ちなみに私はですね、お寿司が大好物です。なので、一時期糖質制限をして痩せると思ったんですけど、糖質制限をして血糖値が上がらないというのは解決策じゃない。お米を食べてるのに血糖値が安定する。これが豊かな人生ですよね。私はお寿司を食べなくなりたくない。精神的にも健康的で、どちらも痛い。ならば、寿司を食べても血糖値が安定する体になりたいということで、極端な糖質制限はやめて、もちろん前はちょっと食べ過ぎてましたんで、もちろんね、そこはしましたけど、私が尊敬する人たちはみんなそうです。例えば重い荷物を持たないようにすれば、もう腰痛にならないよね、じゃなくて、荷物持っても腰痛にならない体。これがセルフケアですよね。で、私のコーチング講座もそうで、チャレンジしなければ傷つくことはない。だからしない。これほら考え方全部一緒じゃない。それはダメで、チャレンジして傷ついてもまたやれる自分になる。ご飯食べても血糖値を安定させる。全部同じ、つながってるんです。ってことで、なんかいろんな私は学んできたことがつながっていると気づいてダイエットにも活かしたら、一応おかげさまで、12キロ痩せました。50過ぎても痩せれます。循環さえ心がければ。ということで、参考になったなという方とか、ご自身のね、ダイエットの体験談とか質問とかあれば、ぜひコメントにも書いていただきたいと思います。
では、素敵な一日を。